世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はエフェクトの変更ですね、やっていきたいと思います。このゲームではメイっていうね、魔法のエネルギーを使いながら戦闘していくわけなんですけど、このメイをね、たくさん使いすぎると、ご覧のように地面がバチバチしてきて、この状態からさらにどんどん魔法を使っていくと、最終的にね、地罰っていう自然現象が発生して、大ダメージを食らってしまうっていうね、オーバーヒート型の MP 管理システムっていうのを導入してます。このバチバチエフェクトも地罰そのもののエフェクトもね、両方ともちょっと今のところ気に入らないなっていう感じなんですけど、今回はこのバチバチエフェクトの方ですね、 MP を使えば使うほどどんどん激しくなっていくこのバチバチエフェクト、こちらをちょっと改善していこうかなと思います。今回の目標として目指したいもの、イメージ的にはドラゴンボールのスーパーサイヤ人2になる時のエフェクトあるじゃないですか。周りのね、小石とか砂がパラパラ舞ってバチバチしてる感じのやつ、あれがね結構個人的に好きなんで、ちょっと目指していこうかなと思います。ドラゴンボールってね、よく岩場とかね、荒れ地で戦うことが多いんで、ああいうなんていうか木を貯めるアクションした時に一緒にね、小石とか小さい砂とかがね、パラパラパラって舞い上がっていく、上昇気流的な感じで舞い上がっていくんですけど、その感じがねちょっと第一進行にもマッチしそうだなと思うので、その辺をうまく表現できたらいいなと思います。今回はどちらかというとファンタジー系のねエフェクトを作っていくので、それにぴったりなねアセット、こちらアドバンストマジック FX13 ってやつをね使っていきたいと思います。これねシリーズで出てるやつなんだけどね、このナンバー13だけね、一時今月の無料アセットに選ばれてたんですよね。なんで僕はこれ無料でゲットしてます。エピックゲームスって毎月なんか無料で3本ぐらいゲーム配ってるじゃないですか。あれ実はね、ゲームだけじゃなくて、こういうゲームを作るための有料素材も毎月ね5個ぐらいね無料で配ってくれるんですよね。たまに1万円超えてる系の素材とかもね無料になってたりするんで、もうねエピックゲームスと講談社、この2大企業が存在してなかったら僕の人生おそらく破産してますね。そんな冗談は置いといて、スーパーサイヤ人2っぽいエフェクト作りに必要になってくる要素っていうのが2つあると思ってて、1つ目がまずパラパラと舞い上がっていく小石のエフェクトね。2つ目が時折バチバチっと出てくる電撃っぽいエフェクト。この2つに転用できそうなエフェクトをちょっとこの中からね探していくんだけど、まずこちら緑色のねストームのエフェクト、なんかこれ見てるとリンウェルのことを思い出すんだよね。エアスラストめっちゃ使いやすかったなとか、ウォルラーン戦の後半で残りリンウェル1人になってもう全部の技避けながらエアスラストだけで討伐するっていうアクションゲームみたいな戦い方しちゃったことは記憶に新しいんですけど、これをよーく見るとこのね全体の緑のところはほとんど必要ないんだけど、この舞ってる小石とかね、土煙砂煙っぽいところがなんか使えそうな気がするよね。エフェクトって実はレイヤー化されてるっていうか、すごい小さな部品がたくさん組み合わさって一つのエフェクトになってることが多いんだよね。でこのエフェクトもそうなんだけど、本当に画像編集ソフトのレイヤー機能みたいな感じで一つのレイヤーだけを表示したりとか、あるいはいらないレイヤーを一部削除したり、あるいは追加したりとかもできるようになってます。ていうかこのレイヤーマジでエアスラストだなこれさっき話したけど。ってことで今回はねこの緑色の部分って大体全部いらないと思うんで、ちょっと必要なさそうなやつをね非表示にしていきたいと思います。こんな感じで3つのレイヤーだけ残りましたね。このスモークってやつとダストってやつね。これも大事だよね。小石に満たないレベルの小さな砂粒とかホコリみたいなのが渦を巻きながらね上に登っていく感じで、最後の1枚がこれだね、ダストストーン。さっき言ってた重要な要素の一つ、舞い上がっていく小石に当たるものだね。じゃあこれを一旦ねちょっとフィールドに設置してみましょうか。よいしょと。これで実行するとこんな感じのエフェクトになりますと、小石とか言ってたけどだいぶでかいよねもう岩が飛んでる感じね。オレンジ色のマネキンくんも心なしかめっちゃはしゃいでるように見えますね。これをちょっと改善していけば良くなりそうな気がします。さっきね俺このスモーク土煙必要だって言ったと思うんだけど、やっぱりこれなくてもいいかもしれないね。こんな感じ、結構透明な感じにしたいんで、このスモークっていうエフェクトはやっぱりなしでいこうと思います。もしね仮に後で必要だなと思ったらまた後から追加することもできるんで、とりあえず
消していこうと思います。あとはこいつだね、ダストストーン。サイズがでかすぎてね、もう岩っていう感じだったんだけど、こいつの大きさとか数をちょっと一手間加えて表現しようと思います。そもそもこのエフェクトって内部的な話をすると、キャラクター自身がね、それぞれオーバーヒートっていう値を持ってて、それがまあ0から100までありますよと。100まで溜まると地罰で貫かれちゃうんだけど、魔法を使うごとにね、例えばフォースだったら一発30、武器転送だと1回20、っていう感じでオーバーヒートの値が加算されていって、それが100を超えるとね、地罰に貫かれちゃうっていう風な仕組みになってます。この自分のオーバーヒートの値がどれくらい溜まっているかっていうことをこのエフェクトで表現したいので、持ってる砂塵の数や大きさっていうのをこのオーバーヒートの値によってね、上下させようと思います。つまり地罰が近いほど砂塵がたくさん大きく舞うっていう感じですね。例えばまずこの大きさなんだけど、イニシャルサイズっていうところをクリックして、ここらね、ディストリビューションっていうところから、ベクターパーティクルパラメータっていうのを選択すると、画面上ではね、今一旦岩が消えちゃってるんだけど、ここにパラメータの名前をね、指定できるところがあるんで、これはサイズを司るパラメータなんで、サイズとかね、入力しておきます。これ何かっていうと、エフェクトを構成している細かい数値たちを外部のプログラム、ブループリントから直接編集できるようにね、パラメータ化してます。例えば炎のエフェクトとか一つとっても、激しくね、火事みたいに燃えてほしい時もあれば、穏やかにね、ろうそくの炎のように燃えてほしい時とかもありますよね。そういったエフェクトの程度みたいなものを外部から直接パラメータ化した入れ物に数値を放り込んでいくことで、ある程度制御できるようになるっていう感じですね。あとはブループリントからね、このサイズっていうところに数値を直接渡せるんで、現在のキャラクターのね、オーバーヒートの値によって、ここのサイズの数値を大きくしたり小さくしたりっていう風にやってやれば、こんな感じでね、今数値手打ちしたけど、サイズをでかくしたりちっちゃくしたりっていうことができるようになります。これと同じことを、こっちのスポーンだね、スポーンっていうパラメータのところも、ディストリビューションフロートパーティクルパラメータっていうのにして、こっちはパラメータ名スポーンとかにしておきましょうか。で、こちらもまたブループリントから現在のオーバーヒートの値によってスポーン数を上下させるっていう風にしてみたいと思います。数値とかの微調整を終えるとこんな感じになりました。魔法をたくさん使うほど砂塵もどんどん激しくなっていくっていう感じですね。で、前回の動画でね、新しく追加した地面に武器を刺してね、神様と対話するアクション。これを行うことでオーバーヒート値を下げていくことができます。いいですね。このリアルタイムでエフェクトが変わっていく感じ。ライブ感あって好きです。そうそう、それとこの地面に剣を刺すアクションの名前もね、皆さんから募集してたんですけど、みんなね、たくさんひねりを利かしたね、かっこいい名前提案してくれて、いくつかね、ちょっとセンスいいなって思ったものをちょっとピックアップして紹介したいと思います。怪人、知恵、ちぎり、羊、このあたりがちょっと僕の目に留まった名前ですかね。前の動画で僕もすでにね、一つ名前候補にしてるのがあるって言ってたと思うんだけど、その名前がね、実はどっちかっていうとめちゃくちゃシンプルな名前なんだよね。みんなもね、同じワードを提案してくる人いるだろうなって思ったんだけど、これはね、実は意外にも一人もいなかったんだよね。くさびっていうもうシンプルな名前で考えてたんだけど、意外と被りませんでしたね。この中から決めるとしたら、今のところ僕の中で候補にあるのはくさびとちぎり、このどっちかがいいかななんて思ってますね。なんか面白いことに漢字の形とかもね、結構似てるんだよね、この2つ。どちらもね、意味的にも世界観から外れてるっていうことはないので、みんなの反応とか見ながらね、決めていこうかなと思います。昔のエフェクトだとね、ちょっと魔法的すぎるというか、僕はどっちかというとね、今回のエフェクトみたいな地属性な感じがちょっと合ってるかなと思ったんで、こんな感じにしてみました。あとはここにちょっと一つまみだけね、魔法の要素も入れたいんで、それが前述してた2つ目の要素だね、バチバチなってる感じをちょこっとだけね、入れたいと思います。基本的にメイって青紫っぽいイメージが僕の中ではあるんで、そういう青系統の稲妻をちょっとバチバチっとね、入れていきたいと思います。さっきのエアスラストの色違いなんだけど、このサンダーストームってやつね、これ単純な色違いってわけじゃなくて、細かいところもちょっとずつ変わってるんだよね。例えばなんか雷撃っぽいのがバチバチなってたりしますよね。で、この中のダストスパークっていうレイヤー、ここだけ表示するとめっちゃいい感じじゃない？これちょうど求めてたやつなんで、色がねちょっと黄色っぽすぎるんで、色だけ変えてやればめちゃくちゃいい感じになりそうですね。で、例に漏れずこちらもパラメータから出現数、スポーンする数とか大きさもね、オーバーヒート値によって上下するようにしていきたいと思います。で、完成したエフェクトがこちらになりますと、かなりね脳内でイメージしてたのと近いところまで持ってこれたんで、非常にね満足してます。
アセットをね分解して組み立て直すだけでも結構ねいい感じにイメージ通りにできたりするんで、これからもねいろいろやっていきたいですね。欲を言うとね、本当は自分のね頭の中身をエフェクトアーティストさんに詳細伝えてね、それを元にオリジナルで作っていただくっていうのが本当はしたいところなんですけど、やっぱねお金がね足りないんですよね、これが本当ね、1000万ってめちゃくちゃ僕にとっては大金なんですけど、人を雇ってねものづくりしていくってなると本当一人雇うぐらいで限界になっちゃうんですよね。そう思うとなんかゲームってマジでやばいっすよね。なんというか総合芸術じゃないですか。エフェクトアーティストさんとかモーションデザイナーさんとかモデラーさんとかね、サウンドエフェクターの方とかキャラボイスとかも必要じゃないですか。あと BGM もね、専門家どんだけの数必要やねんっていう。しかもそういう方々ってやっぱり、お給料もね高いじゃないですか。高くてしかるべきだと思いますし、僕もね雇う場合はしっかりとたくさんお金をお支払いしたいなとは思ってるんですけど、だから本当に長い戦いなんですよね。僕の寿命を全部注ぎ込むぐらいの、それこそ人生のメインクエストなんでね、世界一面白いアクション RPG を作るっていうことが最近ね、新しい視聴者さんも増えて、よくねライブ配信とかで一番多いコメントっていうのが、いつ完成予定ですかっていうやつね。答えとしては、一応来年体験版出しますと。ただ完成するのは未定です。世界一取れるのは10年後、20年後、30年後とかになりますよとしか言えないんですよね。やっぱり今一番必要なのって人なんですよね。仲間をたくさん集めて、集めるためのお金と言ってもいいですけど、大抵ね、さっきのいつ完成予定ですかっていう質問のね後で合わせてこんなコメントが来るんだけど、いや10年20年かけてたら絶対古いものになっちゃうじゃんっていうねコメント。実はこれ全然そんなことなくて、仲間が50人100人いたらね、今作ってるものなんてほんと秒で作れちゃうんですよね。だからその点に関しては全然危惧してなくて、それこそ PS6 とかね PS7 とか出たらまた一からね、その時仲間がちゃんと揃ってれば対応していけるし、最悪作り直すことすらできちゃうと。だからこそ今戦闘だけ作り込んで、しっかりね体験版でみんなを面白いって思わせて、クラファンなり YouTube なりでたくさんお金を稼ぐっていう風な立ち回りをしてますと。最近ねこういった点をよく聞かれることが多かったんで、ちょっと喋ってみました。良くも悪くもね、視聴者さんと僕の間でね、物差しのメモリがねだいぶ違ってる感じがしたんですよね。かなりみんなメモリが細かい定規でね測ってる感じがして、どっちかっていうと僕かなりメモリガバガバな超でっかい物差しで物を考えてるみたいなねところがあるんで、その点がちょっと伝わればいいかなと思います。あとね、これ、僕のことをねディスってくる人も結構いるんですけど、その方たちもねものの見事にメモリがめっちゃ細かいんですよ。物差しのメモリがね。一つ断っておきますけど、僕ね小さなゲーム、コンパクトな小綺麗なゲームをスケジュール通りに作っていく能力なんて全くないっすよ。僕真逆なんですよ。風呂敷でっかく広げてめちゃくそ面白そうなゲームの話を膨らませていくことが得意なんですよ。完成したらこれ本当にえぐいぐらいの神ゲーやんけみたいなね、そういうものを目指さないと僕走れないんですよ。全くスケールの違う人たちを否定するつもりは断じてないんですけど、僕にそのメモリを押し付けて大きさを測ろうとするのはちょっとさすがに無理があるよね。そういうきめ細やかなメモリの世界で戦えるんだったら、僕多分前の会社辞めてないと思うんですよね。やっぱりあそこが現状世界一のアクション RPG 作ってる会社だし、スタッフもみんな優秀な人ばっかりだしね。やっぱりあそこでディレクターまで上り詰めて自分の作りたいものを作るっていうのが可能性としては一番高かったと思うんですよね。僕が世界一面白いアクション RPG を作るっていう目標を考えた場合ね。でも俺にはそれは無理だった。もう仕方ないよね。それは自分のできる戦い方でこれからもね世界一目指していくんで、それを理解してくださる方はね、このまま並走してくださればなと思います。で、今回はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。